明けましておめでとうございます。よいしょよいしょよいしょ汁で染み渡って美味しいです。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。2025年、昨年はいかがでしたか？そうですね、2025年前半は幕下優勝したり、重量上がったり、番付上げれたんですけど、後半は全然勝ち越せなくて、ちょっと悔しい思いしたので、2026年はもうすぐ重量に上がって、しっかり自分の相撲を取れるように、一生懸命また頑張りたいと思います。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2025年、昨年ははい。どんな年でしたか？去年は、幕下に初めて上がった年なんですけど、幕下で1回も勝ち越してないので、今年は、勝ち越して幕下上位目指すように頑張ります。自分は押し相撲なので、相撲稽古中でも場所中でも、自分の相撲を生かして押し相撲を伸ばすように頑張ります。明けましておめでとうございます。2025年振り返って皆さんいかがでしたか？そうですね、2025年の後半はすごい負けが込んでしまって番付もすごい落としたんで、はい、ちょっとあんまり後半良くなかったですね。前半の方はいかがでしょうか？前半はそうですね、スタートよく切れて番付も幕下まで戻してたんですけど、後半で失速してしまったんで、はい、また頑張ります。今年2026年何か抱負とかあればお願いします。そうですね、まず1月場所、初場所を勝ち越して幕下に番付戻して、そこから幕下上位に、上がって十両に挑戦できる番付まで、上げれるように頑張ります。明けましておめでとうございます。小手さんの2025年はまず昨年はいかがでしたか？去年は怪我とかで稽古できなかったんですけど、今年は怪我を治し、初場所でいい成績残せるように頑張りたいと思います。稽古を意識していくとかありますか？やっぱ下がっちゃうと怪我につながるので、前に出る相撲で番付を上げていきたいと思います。明けましておめでとうございます。昨年2025年はどんな年でしたか？いろんな地方に行けて相撲の素晴らしさを知った1年でした。具体的に何か10月にロンドンに行ってやっぱり相撲の素晴らしさを肌で感じました。自分の相撲面では大負けが結構多かったので、そこを勝ち越していけるように今年は頑張っていきたいと思います。明けましておめでとうございます。2025年、昨年はいかがでしたか？そうですね、なかなか番付上げられなくてちょっと停滞しちゃった時期だったんですけども、今年はしっかりいい相撲を取って勝ち越して幕下に上がれるように頑張ります。はい、OK です。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。浦和さんにとって2025年、昨年はどんな年でしたか？1月からちょっと怪我とかが、多い年だったので、今年は、怪我、少なめっていうか、少なめにいけるように頑張ります。目標だったりとかってあったりしますか？勝ち越し目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。須崎さん、はい。昨年はどういう年でしたか？昨年は休場が続いた年でした。今年2026年の抱負を教えてください。今年は前よりも強くなって復帰できるように
稽古に精進していきます。明けましておめでとうございます。そうです、朝早すぎてまだこんな暗いんですけど、はい、今年もよろしくお願いします。去年はいろいろ自分で考えながらいろいろできたんですけど、達成できなかったこともいっぱいあるんで、今年しっかり、上目指して頑張っていけたらいいなと思ってます。明けましておめでとうございます。なんか2025年、はい、まず昨年いかがでしたか？そうですね、2025年は自分にとってもすごくいろいろなことが、はい、起きた年でした。ただものすごく、充実した年だったと思います。2026年年は抱負とかもしあれば。2026年は馬年ですので、はい、さらにヒヒーンとさらに跳ね上がるような、はい、いい年に、していきたいと思います。はい、皆さんにとっても、いい年になりますよう、お祈りしております。大竹部屋チャンネル。今から何を？餅つき町内会のがあるんで、ちょっと参加させていただこうかな。今日はどんぐらい餅つきますか？どんぐらいですか？いや、普通につきますよ。このちょっとした神社がやっぱいいですね。ここには大砲親方の名前もいろんなあります。大体初詣はここに来ます。最初は餅つくんですよね。今から餅つきます。バチバチつきます。ここに大砲親方、大砲親方ですよね。大砲親方の還暦土俵入りとか、北の親方の還暦土俵入りですか。写真ありますね。中入んならどうぞどうぞ。私たち撮ってるぞ。上の写真で。こっち1個持ってって。そこに置いといていいよ。そこに置いといて。やっぱ力によって変わるんですか？全然仕方が違うのよ。ね、滑らかでさ。じゃあいっぱい力士たちについてもらいましょう。そうなのよ。そうなの。これが一番欲しいの。大丈夫。大丈夫。おしょうゆ入れて。ある？はい。やる気十分ですか？やる気しかないです。肩いけ。やる気はどうですか？やってやりますか？パンチするかい。浦和さん大人気ですね。皆さんから写真をね。ムドボさん、意気込みを最初に。気合で。まあいい。2個くらい勢いがないね。本当？はい、お餅ありますよ。召し上がってください。硬いよりかはいいよね。全然良さそうですけど。いいですか？はい。お餅が今ちょっと苦しが。あっち？めちゃめちゃ熱い。あ、いいよ。よいしょー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 。
それよいしょ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 よいしょよいしょすげえいい仕上がりっす。本当力がプロだよ。お願いします。みんなで一緒にせーの。よいしょ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 。みんな声ちっちゃいな。小さいからあんまりやる気なくなっちゃったな。全然声はい、みんなよいしょ行こう。よいしょよいしょおおよいしょ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 あれよいしょ。腰になってみんなのおかげであ、それあれがあった方がいいかも。あ、多分これを一発いっちゃってもいいんじゃないですかって気がします。よいしょそれよいしょどうだめっちゃいい感あ、いいんじゃないですかね。お疲れ様です。よいしょよいしょじ。あれ入れるやつはちょっと待って、すみません。お持ちどうぞ。はい、お持ち出ました。どうぞ召し上がってください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。お持ちどうぞ。つきたてのお餅ですよ。第2弾ですか。第2弾もうそろそろ。はい。気合ででもすごいですね、本当。手慣れてますね。手慣れてますねはい。さすがにもう掛け声とかもなんか別に何も言わずによいしょ言い始めましたもんね。いやそうです実家餅つき屋さんなんでさすがです。いや違うじゃないですか。さすがです。違うじゃないですか。実家掛け声屋さんなんでああ、なんか有名な掛け声屋さんっていうのはお伺いします。どこですか。初めて聞いたけど。まだお米の状態。チェックですね。あれしどうすか。豚汁ありますよ。あんこのお餅も2つあるよ。粒いかがですか。ないですないです。ないですかどうぞどうぞ。はい、お待ちください。どうぞ。いけそうな感じしますかね。もう行きますか。いい感じ。よし。そのまま行ってください。いきますか怖い怖いせーのよいしょそれよいしょそれよいしょよいしょそれ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 よいしょ。もっと大きい声ね。よいしょ。お。よいしょ。よいしょ。ちっちゃいぞ。よいしょ。よいしょ。どうでした。やりきりました。よいしょ。ここら辺でじゃあ。でこっからせーのよいしょそううまいうまいよいしょさあいっさあうまいいいね。よいしょ。よいしょよいしょ最後。よいしょ。さあぐちゃぐちゃになってきてね、柔らかくあんこは多かったあんこ多い豚汁をいただけるんですか。はい、どうぞあります。豚汁超うまそう。量が少なくなってるということで餅つき終わって町内の方が作っていただいた豚汁を今から食べたいと思います。うん美味しい。温まりますね体が。美味しい。何も聞いたこと言えないですけど。全然いいんですよ。はい。いいんですよ。いいね。美味しいしか言ってないです。いつものやつ言ってやっていつもの。じゃあ兄弟子が。
さあまずは汁からね。出汁からどうですか？豚肉と野菜と汁で染み渡って美味しいです。今まで食べた豚汁の中で何番目？583番目ぐらい。どうですか？そうですってだいぶ結構ランキングではだいぶそんなことない。1位だよな。1位の豚汁だよな。結構多めにつけさせていただいて美味しそうな芋、これですね。多分、おそらくなんですけど、その餅つきの米を蒸し器、あれでこうやってると思うんですよ。じゃあちょっといただきます。塩とマヨネーズ先生、お好みでどうぞ。柔らかいです。スッと味が入っていただきます。うん、これバターめちゃくちゃ合います。うん、ホクホクで。結構こう芋って硬いの残ってると嫌じゃないですか、芯があるというか。それはもう一切なくて、しっかりこう蒸されてるんですけど、柔らかすぎず芋の食感も感じながら、このバターの香りすごい美味しいです。素晴らしい。親方全然聞いてないじゃないですか。親方一人でベラベラ喋ってたの。オンエア見ます。わかりました。でもちなみにじゃがいもはイカの塩辛を乗せて食べるっていうのがこの地域では定番なんです。乗せ忘れてました。じゃあイカの塩辛が師匠から合うということで、これぐらいまずはつけまして、これもご丁寧にスプーンも用意していただいて、本当に合うのかなってちょっと思ってるんですけど、食べてみます。いただきます。管理が大変でしょうね。うん。二時半集合の話じゃないけど。確かに合いますね。このイカの塩辛の独特な塩味と、このなんかでもバターとこうじゃがいもでも美味しいんですけど、そこにこうパンチがあるっていうか、イカの塩辛のこの独特な香りと味がすごい合いますね。美味しいです。ぜひ試してください。だいぶ慣れがきた。どうですかね。よかったと思います。あ、美味しかったです。大竹部屋チャンネル。いただきます。どうしよう。まずこれから。何餅ですか？これきな粉ですね。きな粉。これ喋れないですわ。自分でやった餅ですかね。そうですね。これついたお餅を美味しい。毎年この時期にやってるんですか？毎年そうです。12月1月に結構いろんなとこに餅つきさせに行ってますね。行ってもういいですよね。なんかああやって触れ合えるっていうのもそうですね。地域の人とか触れ合えてこっちも元気もらえますんで楽しいですね。あんこも美味しいですわ。お餅の中だったら何が一番好きですか？やっぱきな粉ですかね。一番定番の餅だったら実際何個ぐらい食えるんですか？いやでもこの大きさだったら本当に無限に今4個食べてちょっとお腹いっぱいですだとしたら相当な嘘をつきましたね。おいしそうでした。この
お餅みたいに粘り強い相撲を取って頑張りたいと思います。考えてました、食べながら。あ、最後締めなんて言おうかな。はい。ごちそうさまでした。はい、OK です。OK です。一人じゃ喋れないです。チャンネル登録、高評価、シェア、ごっつぁんです。